はい、こんにちは。フジマックス JDM カーレンタルです。本日はこちら、当店のレンタカー、ホンダビートを紹介します。フジマックスレンタカーは大分県大分市のスポーツカー専門レンタカー店です。詳しくは概要欄から当店のウェブサイトを確認してください。よろしくお願いします。ホンダビートは1991年にホンダから誕生した軽自動車のスポーツカーです。当店の車は1991年製なので完全な初期型ですね。ビートは1991年に誕生したことからも分かるように、軽自動車の規格が 550cc のエンジンから 660cc に切り替わった、そういう時代に生まれた車です。時代的にもバブル景気の後期、終焉最中に生まれた車なので、かなり贅沢な作りをしているっていうのが特徴的ですね。皆さんご存知と思いますが、ビートという車はミッドシップレイアウトの車です。なので運転席のすぐ後ろにエンジンがあるっていう車になってます。シートも2座しかありません。運転を楽しむための車っていう感じですね。ビートに関する逸話はいっぱいあるんですけど、一番有名なのは本田宗一郎さん、ホンダの創業者さんですねが一番最後に送り出した車っていうことでも知られています。なんで当時のホンダの思想みたいなのが結構色濃く反映されたモデルなんじゃないかなっていうふうにね、僕は思ってます。ビートの面白いところは四輪車でありながら結構バイクの思想を反映されてるっていうところですね。このメーターなんか見てわかる通り3連のメーター並んでますけど、結構バイクっぽいですよね、本当に。でパワーステアリングもありませんし、ミッションもマニュアルしかありません。さらにブレーキもブースターがついてないので、ブレーキペダルはねしっかり踏まないとダメです。こういうところだけ聞くとビートってすごく気難しい車なのかなとか、なんかストイックな車なのかなっていう風に感じるかもしれないんですけど、全然そんなことないんですよね。ビートはすごく気軽に楽しめるスポーツカーとして作られています。日常使いっていう面に関しては正直どうなんだろうなと思うところはなきにしもあらずです。どっちかというともう週末を楽しむための車っていうイメージですね。ただその週末をすごく華やかにしてくれる車であることは間違いありません。見ても分かる通りオープンカーで風を切って走る楽しみっていうのがビートにはあります。さっき実用性の話しましたけど、ビートのトランクはこれしかありません。人によってはね大根が2本しか乗らないみたいな表現をしますけど、実際その通りで、ちっちゃいバッグが乗るか乗らないかぐらいの感じですね。なのでもし2人で乗られる際には荷物は最小限にしてください。ちょっともしくはもう助手席の人の足元にいろいろ置かせてもらうかっていうぐらいしか方法がないです。フジマックスレンタカー。最初に言ったようにビートは1991年、今が2025年なのでもう34年前に登場した車になります。当然30年前の車なんで、今の車と比べるとやっぱどうしてもそのおもちゃ感みたいなのは強くあります。特にその30年前の軽自動車なんで、普通車とね比べればまだちょっと違うところはあると思うんですけど、軽自動車なりだなっていうところはね正直あるんですよ。もうねその内装のプラスチック感であったり、そのガタピシいう感じであったり、今の車ほどよくできてないなっていうところはね正直めちゃくちゃあります。いろいろこう伝説的な扱いをされているビートですけど、今の車よりすごいかって言われると、いやすごくないところもいっぱいあるよねっていうのは大前提として置いといてもらった方がいいです。ただ今の車にはない魅力っていうものをいっぱい持ってる車でもあります。単純にパワーステアリングがない分、このハンドリングのダイレクト感であったり、アクセルに対するレスポンスであったり、ブレーキのその動力に応じてグッとかかっていくブレーキングの力みたいなのもそうですし、すごく小気味いいこのミッションの感触であったり、何よりも乗り味ですよね。本当にビートのすごいところってスポーツカーなんですけど、日常でこうやって普通に走っていてその面白さっていうものを体感できるところだと思うんですよね。どうしても高性能なスポーツカーって高性能な分だけ速いスピードであったり、なんならサーキットみたいな場所じゃないと楽しめないとか、本当の部分の面白さっていうのは引き出せないみたいなところはどうしてもあるんですよ、少なからず。でもビートの面白さは、もちろんサーキットに行けばすごく面白いんですけど、
普通にこうやって公道を走っているだけでも面白いっていうのが魅力だと思います。ビートに積んでるエンジンってその当時のホンダのアクティみたいな軽トラであったり普通の乗用車であったりっていう車に積まれてた、ごくごく普通のエンジンなんですよ。でもそれをめちゃくちゃ改良して専用部品をいっぱい投入したんですね。その上当時は F1 にしか採用されてなかったような燃料の噴射マップを切り替えるっていうシステムを搭載して、さらに3連スロットルまで搭載して M トレックっていうんですけど、もうめちゃくちゃねビンビンに回るエンジンに仕上げたんですよ。ほんとバイクみたいな感じですよね。そこまでやったんでもう普通のアクティとかに乗ると明らかに違うエンジンだなって思えるぐらいビートっていうのは特別な車になってしまったんですね。加えてシャーシもめちゃくちゃいろんなことをしてて、普通ねその車ってパッケージを決めて、人がここにいてエンジンがここに入ってタイヤがこの辺にあるからっていう風にして作るんですけど、ビートはまずサスペンションの形式を作ってから車を作ったらしいんですね。なんでその運動性能っていうのを第一に考えて作ったと、人の居住性であったりそのエンジンの配置場所っていうのは二の次っていうわけじゃないとは思うんですけど、一番最初に重要視したのがサスペンションだったと。だからビートの運動性能って極めて高いんですよね。やっぱねビートの面白さっていうのを一番体感できるのはこういうワインディングロードだと思います。ハンドルをこう切っていった時にしっかりと追従する感じ、ロール量もね結構多いんですけどめちゃくちゃ足が地面に食いついていくんですよね。なかなかねこんな気持ちよく曲がってくれる車っていうのは世の中にそうそうないと思いますね。ビートっていう車はそういうスポーツ性能を高い次元で確保しながらオープンカーであるっていう点もすごく魅力的な部分だと思います。屋根を開けて風を感じながら爽快な気分でドライブを楽しむ、これはねなかなか屋根の閉まってる車では体験できないんですよね。どうしてもオープンカーとしても非常によくできてて、オープンカーって当然屋根がないんでこのボディの剛性っていうのがどうしても下がっちゃうんですよ。でもねビートはすごくその辺しっかりできてて、ボディ剛性当然ね30年以上前の車なんで低いっちゃ低いんですけど、いい具合のよれ感っていうんですかね、なんかこれぐらいが一番気持ちいいかもしれないなっていうこう動きをしてくれるんですよね。その言葉が正しいかどうかはちょっとわからないんですけど、いい意味でだるいんですよね。ピシッとしすぎてない、その肩肘張ってもう目を三角にしてドライブしなきゃいけないっていう車ではないっていうところがビートのそのスポーツな部分とファントゥードライブな部分、ビートにはね横にミッドシップアミューズメントっていう言葉が書かれてるんですけど、まさにこのアミューズメントであるっていう部分を表現してるのがこのビートの一種の緩さだと思うんですよね。この車は当然30年以上前の軽自動車なんで高速道路とか乗るとやっぱねさすがにちょっとしんどいなっていう部分は感じます。全然走れるんですけどやっぱ今の車に比べるともうちょっと快適さが欲しいなって思う部分はあるんですよ。でもねビートをこういう道でずっと走らせるっていうのは全く苦にならないんですよね。すごく気持ちよく、なんならどこまでもこれで走り続けていたいなっていう気持ちにさせてくれます。ビートは軽自動車で唯一自然吸気でありながら64馬力を達成した車です。なんでねパワーには十分あるだろうって皆さん思うんですけど、この64馬力って実際8000回転とかで発揮するんですよね。8000回転なんて普通使うわけないじゃないですか。当たり前ですけど現代の車ってトルクの最大発生回転数ってだいたい2000回転ぐらいに設定されていることが多いんですよね。それぐらいだとやっぱ快適に走れるんで。でもビートはトルクの最大回転数も7000回転とかなんですよ確か。だからね普通に街中走ってても正直全然速い車じゃないんですよね。なんなら音ばっかり走っててうわすっげえ速く走ってるって気分にさせてくれるのに実際まだ60キロしか出てないみたいなのってざらにあるんですよ。運転してる時のスピードの感覚と実際の走行のスピードっていうのがずれる車なんですよね。でもそのいい意味でずれてるんですよね。だから日常でこうやって今30キロぐらいしか出てないですけど
30キロぐらいで流しててもなんかね全く不満を覚えないというか退屈さを感じさせてくれない、なんか本当にハンドルを切ってブレーキを踏んでアクセルを踏むっていう、ごくごく当たり前の運転の動作、この一つ一つがねすごく面白いんですよね。ビートに乗ってると後ろからエンジン音が聞こえるっていうのもやっぱ特徴的ですしね。なかなかミッドシップの車って乗れないじゃないですか。超高級なスポーツカーぐらいしかミッドシップの車ってほとんど世の中にないですけど、ビートはねそれをすごく庶民的な次元に落とし込んでくれて、しかも普通に走ってて楽しめるっていう車に仕立て上げた、ここがねやっぱすごいんですよ。ビートは1996年ぐらいまでだったかな。で3万台ぐらい作ったらしいんですけど、今でもねその半数以上が日本の公道を走ってるっていうすごい車なんですよね。それっていうのはビートっていうのがどれほど魅力的で、ね、みんなに愛されて後世に残していきたいと各オーナーが思ったかっていうことの証だと思います。というわけで当店のビートの紹介でした。この動画を見てくださっている方で僕よりビートに詳しい方たくさんいらっしゃると思いますので、あなたのビートに対する思い出であったり、すごくこう乗ってみたかったなみたいな当時の気持ちみたいなのを持っている方は、もしよかったらコメントください。またチャンネル登録高評価もお待ちしております。フジマックスレンタカーはビートのような素晴らしい国産スポーツカーに乗れるレンタカー店です。ぜひ概要欄から当店ウェブサイトをチェックしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。